皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆっけです。さて今回はテレビの音質を簡単にグレードアップしてくれるサウンドバーのご紹介になります。最近では Netflix とか Amazon プライムビデオが普及してきていて、自宅で映画やドラマなんかを見る家庭も増えてきているせいか、映像を美しく描き出してくれるテレビだけではなくて、迫力ある音を生み出してくれるサウンドバーにもかなり注目が集まってるんですよね。そんなサウンドバーの中から今回はワイヤレススピーカー国内シェア4年連続1位を獲得している JBL のサウンドバーを中心に、私ユッケイがおすすめしたいモデルを3つピックアップご紹介させていただきたいと思います。テレビの音を少しでも良くしたい方やサウンドバー選びに迷われている方にとっては参考になる動画となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらの JBL はワイヤレススピーカー国内シェア4年連続1位を受賞しているっていうこともあり、誰もが一度は目にしたことのあるブランドですよね。最近のところで言うと、スマホの音楽を聴くための Bluetooth スピーカーやイヤホンなどが挙げられると思うんですけど、その他にも映画館の音響に使用されたり、トヨタの一部モデルにも純正スピーカーとして JBL のスピーカーが搭載されています。JBL 自体はアメリカのカリフォルニア州に本社を置くスピーカー製造メーカーで、1957年に開発されたパラゴンと呼ばれるスピーカーシステムは今も名機として語り継がれてるんですよね。そんな JBL のスピーカーは家庭用ながら大音量に強いと言われています。大音量でも音が潰れることなく、かなり高音質で音楽を聴くことができるということです。これは映画館の音響システムなど大衆に向けて使用されるスピーカーの製造を行っている JBL だからこそ実現できる部分ですし、大音量に強いという点は今回紹介するサウンドバーでもかなり重要なポイントになってきますよね。それではここから僕がおすすめする JBL のサウンドバーを3つ紹介していきましょう。参考価格は2022年12月現在の価格 .com での価格を参考にしていますので、あらかじめご了承ください。僕がおすすめする JBL のサウンドバーの一つ目はこちら、バー 2.0 オールインワン Mark II です。Amazon での評価は星 4.2、価格は 19,800 円からとなっています。こちらの機種は今年10月より新たに販売された最新モデルで、JBL の中でも人気の高かったバー 2.0 オールインワンをさらに薄型化したエントリーモデルとなっています。サイズは幅 614mm、高さ 56mm、奥行き 90mm、チャンネル数は2チャンネル、実用最大出力は 80W、HDMI 端子に関しては ARC に対応した出力端子が1つ搭載されていますが、入力端子は搭載されていません。そのため 4K HDR パススルーについても非対応となっています。HDMI 入力端子が搭載されていないと、PlayStation 5や Blu-ray レコーダーなんかの AV 機器の純粋な音声をサウンドバーで出力させるための接続方式。絵で言うとこんな接続方式なんですが、このような接続方式が取れなくなってしまうんですよね。つまり本機では HDMI 入力端子が非搭載かつ 4K HDR パススルーには非対応なので、このような接続方式を取らざるを得ないため、AV 機器から出力される音声が多少劣化してしまうんです。エントリーモデルなのでここら辺の機能が搭載されていないのは致し方ないと思いますが、逆に PlayStation 5や Blu-ray レコーダーなんかの AV 機器の接続を考えていない方にはあまり気にしなくてもいいポイントかもしれませんね。それではここから本機のおすすめポイントを簡単に紹介していきます。このバー 2.0 オールインワン Mark II のおすすめポイントの一つ目は、コンパクトな筐体で無駄なくスペースを取らない点です。サウンドバーといえば横長でかなり存在感があるイメージですよね。ただ本機では幅 614mm、高さ 56mm、奥行き 90mm とサウンドバーとしてはかなりコンパクトな筐体となっています。従来モデルバー 2.0 オールインワンでもそのコンパクトサイズ感で好評を博していたんですが、本機ではさらに厚みが 2mm ほど減って業界最薄クラスまでダウンサイジングされたんです。それによりテレビ画面に干渉するリスクも減るので、画面の高さを変えられないテレビであっても本機であれば導入できるかもしれませんね。またデザインに関しては天面が二重構造になっている2レイヤーデザインが特徴的ですよね。そして操作ボタンはアイコン形状の物理ボタンとなっていて、非常にシンプルかつクリーンな印象を与えてくれています。筐体自体も質感の高いパンチングメタルのフロントグリルを採用していて、こちらも高級感あって個人的にはかなり好きなデザインですかね。おすすめポイントの2つ目は JBL 独自設計の専用ドライバー搭載で本格的なサウンドを響かせてくれる点です。本機では JBL が独自設計した楕円形のドライバーユニットを2機搭載していて、1チャンネルあたり 40W のパワフルなアンプによってそのドライバーユニットを的確に駆動させているんですよね。
このドライバーユニットは音声信号を音に変換する役割を担っていて、サウンドバーの心臓部と言っても過言ではありません。そんなドライバーユニットを独自設計したことにより、ドルビーデジタルなどのマルチチャンネル信号を JBL 独自のバーチャル技術で広がりのあるサウンドとして再生することが可能になったんですよね。また映画だけではなく、ドラマ、ニュース、バラエティ番組など日常的に楽しむテレビ番組においても人の声だけが聞き取りやすくなるよう設計されているため、小音量時でも明確に音声を聞き取れるみたいです。システム構成的には2チャンネルなんですが、この独自設計ドライバーユニットが搭載されていることによって、それ以上のスペックを有しているんじゃないかと個人的には思いますね。その他細かいポイントとして、出力端子として ARC に対応した HDMI 端子を搭載していることから、HDMI ケーブル1本で楽々接続することもできますし、テレビのリモコンでサウンドバーの電源オンオフ、音量調節なんかもできちゃいます。また、もちろん Bluetooth 接続にも対応しているので、お持ちのスマホやタブレット、パソコンなどのデバイスから接続することで手軽に音楽を聴くこともできます。以上を踏まえて、バー 2.0 オールインワン Mark II がどんな方に向いているのか簡単にまとめるとこうなります。サウンドバーを初めて購入しようと考えている方、テレビ周辺機器と接続を考えていない方、コンパクトなサイズのサウンドバーをお求めの方、高音低音ともにバランスの取れたサウンドを好む方におすすめです。価格 .com や Amazon なんかでの口コミではやはり人の声やボーカルが前面に出てくれて声が聞き取りやすい、音が自然と立体的に聞こえてくるという声がありました。またサウンドバーのコンパクトさを褒める声が多くありましたね。ネガティブな意見としては低音が少し弱めといったコメントが結構多いイメージでした。ただ逆に高音と低音を、バランスがちょうどいいという声も多かったので、低音をそこまで望まない人であればそこまで気にならないポイントかもしれませんね。僕がおすすめする JBL のサウンドバーの2つ目がこちら、バー 5.0 マルチビームです。価格 .com での評価は星 3.63、価格は 24,749 円からとなっています。サイズは幅 709mm、高さ 58mm、奥行き 101mm、チャンネル数は 5.0 チャンネル、実用最大出力は 250W。 HDMI 端子に関しては EARC に対応した出力端子が1つ、入力端子も1つ搭載、4K HDR パスルにもしっかりと対応しています。そんなバー 5.0 マルチビームのおすすめポイントの1つ目は、低価格なのにもかかわらず 4K HDR パススルーと EARC に対応している点です。先ほどもちょこっと説明した通り、本機には HDMI 入力端子がしっかりと搭載しているので、PlayStation 5や Blu-ray レコーダーなどの AV 機器から出力される音声を劣化なくサウンドバーから接続する方式、絵で言うとこのようにサウンドバーを経由する接続方式を取ることができます。ただ、仮にサウンドバーが HDMI 入力端子を搭載していて、このような接続方式を取ったとしても、サウンドバー自体が 4K HDR パススルーというものに対応していないと、PlayStation 5等で出力した 4K 映像をテレビ側で映した時に画質が低下してしまうといったデメリットがあるんですよね。その点、本機にはその 4K HDR パススルーがしっかりと搭載されているので、サウンドバーを経由する接続方式を取っても画質を劣化させずに、そのままの 4K 映像を楽しむことができるわけです。また先ほど紹介したバー 2.0 オールインワン Mark II では ARC のみに対応でしたが、本機では最新のオーディオ伝送機能 EARC にもしっかりと対応してるんですよね。この EARC は ARC の拡張版で Enhanced Audio Return Channel の略称です。ARC では伝送帯域幅が最大 1Mbps なので、伝送できるオーディオ信号がテレビなどの標準的な音声データであるステレオ音声とドルビーデジタルや DTS、ACC といった圧縮されたサウンド音声のみに限られてしまいます。一方、EARC では伝送帯域幅が最大 37Mbps まで拡張されたため、ドルビートゥルー HD や DTS、HD マスターオーディオなんかのロスレス音源のオーディオ信号も伝送可能です。ウルトラ HD ブルーレイの映画なんかではロスレス音源が収録されていることがほとんどですし、これからのネット動画配信サービスでもロスレス音源は普及してくると思うので、この EARC にしっかりと対応してくれるのはかなり嬉しいですね。おすすめポイントの2つ目は、ハイブリッドサラウンド技術搭載で本格的な立体音響を楽しめる点です。本機ではマルチビームといって壁からの跳ね返りを利用して、まるで後ろからも音が出ているかのような再現をしてくれるビームフォーミングスピーカーを2機搭載しています。それに加えて立体音響規格の一つでもあるドルビーアトムスにも対応しているため、この2つの技術のハイブリッド方式により
音を前後左右、そして上空からも感じられる立体音響空間を再現してくれるんです。特に壁からの跳ね返りを利用するマルチビームがかなり好評なんですけど、それに加えてこの価格帯では珍しく、オートマチックマルチビームキャリブレーションという自動補正機能も備わってるんですよね。要するに壁までの距離を測定してマルチビームがしっかりと効いてくれるように補正するといった機能なんですけど、これによってユーザー側で複雑な設定や調整をする必要がなくなるので、その辺もかなりこだわってるなと思いますね。続いてのおすすめポイントは、低価格なのに Wi-Fi 接続機能に対応している点です。本機では Bluetooth 接続に対応しているのはもちろん、Wi-Fi 接続にも対応しているので、ホームネットワークに接続することで iPhone であれば AirPlay 2、Android 端末であれば Chromecast ビルトインでハイレゾ対応の音楽を流すこともできるんです。これ Bluetooth で接続するよりもはるかに音がいいんですよね。それだけじゃなくて、例えば他にも Wi-Fi 接続対応のスピーカーを複数台設置すれば AirPlay 2や Chromecast ビルトインなんかで同じ音楽を一斉に流すことができますし、家に Alexa や Google アシスタントがあればサウンドバーの電源オンオフや音量調整などもできるんです。 Wi-Fi 接続なんてそんなに使わないよっていう声もありそうですが、 AirPlay 2に対応しているスピーカー自体少ないので、個人的には結構推したいポイントです。以上を踏まえて、バー 5.0 マルチビームがどんな方に向いているのか簡単にまとめるとこうなります。レコーダーやゲーム機などの AV 機器も接続したいと考えている方、ある程度の立体音響を体感したい方、スマホからハイレゾ対応の音楽を流したい方、低価格で EARC に対応したサウンドバーを探している方におすすめです。価格 .com や Amazon なんかでの口コミは、やはり立体音響がすごい。ドルビーアトムスのライブ映像なんかを見ると、テレビのスピーカーには戻れないといった声がかなり多かったんですね。また AirPlay 2や Chromecast でスマホから簡単に音楽を出力できるのは便利といった意見も割とありました。ネガティブな意見としては、多少低音が強いといった意見もありましたが、そこら辺はイコライザーの調整等で対応できるかと思います。チャンネル数も 5.0 チャンネルでサブウーファーが搭載されていないんですけど、低音担当のパッシブラジエーターが4機搭載されているみたいで、これもかなり低音が効くみたいですね。僕がおすすめする JBL のサウンドバーの3つ目がこちら、バー1000です。価格 .com での評価は星 4.17、価格は 124,980 円からとなっています。サイズは幅 1194mm、高さ 56mm、奥行き 125mm、チャンネル数は 7.1.4 チャンネル、実用最大出力は 880W、HDMI 端子に関しては EARC に対応した出力端子が1つと入力端子については3つ搭載、4K HDR パススルーについてもしっかりと対応しています。こちらのバー1000なんですけど、今年の11月に発売されたばかりの超最新モデルなんですよね。こちらのモデルを日本で販売するにあたって、クラウドファンディングをやっていたんですけど、凄まじい速度で目標金額の1000万円を達成して、最終的には1億1000万円以上までいっちゃったぐらい注目を集めたモデルなんですよね。じゃあなんでそこまで人気を集めたのかっていうところなんですが、おすすめポイントの一つ目になります。そんなおすすめポイントの一つ目が、分離式のリアスピーカー搭載で、いつでもサラウンド化できてしまう点です。こちらのバー1000、一見普通のサウンドバーに見えるんですが、筐体の両端が分離するんです。そしてなんとその分離したスピーカーをリアスピーカーとして活用することができちゃうんです。さらにすごいのがこのリアスピーカー、バッテリーが内蔵されていて、着脱後も最大10時間連続運転が可能となっているんですよね。普段使いの際はフロントのサウンドバーに本体に接続した形でがっつり映画鑑賞したい時などはサウンドバー本体から分離し、リアスピーカーとして活用することで本格的なサラウンドシステムを構築できる、まさに一台二役の使い方ができる究極のサウンドバーなんです。続いてのおすすめポイントは、マルチビームを組み合わせた 7.1.4 チャンネルの完全な立体音響空間を実現している点です。先ほどはサウンドバーが分離できて、分離したスピーカーをリアスピーカーとして活用できるというおすすめポイントをお話ししましたが、ただただ後方にリアスピーカーが配置されたってだけではないんですよね。本機ではフロントスピーカーだけでなく、分離したリアスピーカーにも天井方向に向けたハイトスピーカーが搭載されているんですよね。つまり上向きに設置されたスピーカーが全部で4つも搭載されているというわけです。それだけでもかなり立体音響を感じられそうなんですけど、本機では最新の立体音響規格ドルビーアトムスをはじめ JBL ブランド国内初の DTS:X にも対応しています。こちらの立体音響規格に加えて
バー 5.0 マルチビームのおすすめポイントでも出てきた壁の跳ね返りを利用する JBL 独自のマルチビームテクノロジーを各スピーカーで採用することにより、左右の壁だけでなく天井にまで音を反射させることで、雨や落雷、空中を旋回するヘリコプターなどの音に全方位から包み込まれる完全な立体音響空間を構築できるというわけですね。そしておすすめポイントの3つ目は、別立ての超強力サブウーファーが付属されている点です。本機では分離できるリアスピーカーの他にも実用最大出力 300W という超強力な別立てのサブウーファーも付属しています。最大出力 300W というだけあり、こちらは別途電源ケーブルで接続する必要があるみたいですね。搭載されているドライバーは 250mm 系とかなりの大口径なんですけど、 JBL が75年にわたり培ってきた大口径ウーファー技術により、ただ単に重低音をズンズン響かせるだけではなく、低音の違いを段階的に描き分けてくれるんですよね。そうすることによってより深く奥行きのある視聴体験が可能になるというわけです。ちなみに重低音のレベルも5段階まで調整することができるみたいなので、マンション住まいの方でも夜間に使用する方にも嬉しいですよね。またその他の細かいポイントとして、バー 5.0 マルチビーム同様 Wi-Fi 接続にも対応しているので、 AirPlay 2を使ったハイレゾ音源の再生や Alexa での音声操作も可能となっていますし、ルームキャリブレーション機能を使用することで、本体と壁との距離や壁材の違いによる反射速度の違い、空間の広さを測り、設置場所や空間に依存せず、常に最適なサラウンドサウンド効果が得られるよう自動で補正してくれたりもするんですよね。以上を踏まえてバー1000がどんな方に向いているのか簡単にまとめたものがこちらです。本格的な立体音響空間を体感したい方、映画鑑賞をよくされる方、重低音に奥深さを求める方、リアスピーカーを設置できる環境の方におすすめです。価格 .com や Amazon なんかでの口コミでは、ワイヤレスリアスピーカーで煩わしいケーブルがないのは嬉しいという意見や、本格的な立体音響を体感できた、質感がすごくいいといった声もかなり多くありました。ネガティブな意見としては、接続するデバイスによって音声が出なかったり、遅延したりするといった意見がちらほら見られました。ただこれに関してはサウンドバー側に問題があるのか、デバイス側に問題があるのか明確ではないため、あまり当てにしない方がいいかもしれません。さて今回は僕のおすすめする JBL サウンドバーを3種紹介していきましたが、皆さんの気になるサウンドバーありましたかね。やはり JBL ってワイヤレススピーカーやワイヤレスイヤホンを多く販売しているっていうこともあって、サウンドバーにもその技術がしっかりと搭載しているんだなっていうことが分かりましたね。JBL のサウンドバーってどのモデルも人の声がよく聞こえるっていう口コミ多くて、そこら辺も長年培ってきた技術の賜物なんでしょうね。今回紹介したサウンドバーを実際に使用している人いらっしゃいましたら、その使用感ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。いい意見はもちろん、いまいちに感じているところもぜひ教えてください。そして次回はなんと、今回紹介させていただいた3モデルの中から、バー 5.0 マルチビームを実機レビューさせていただきたいと考えています。バー 5.0 マルチビームの音質から操作性まで徹底的にレビューさせていただきますので、皆さん今のうちにチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。